皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はジャパニーズトークです。私はなるべく語彙コントロールをせずにナチュラルな自然なスピードで話したいと思います。私は2月下旬にシンガポールに行ってきました。今日はそのシンガポールの旅行を振り返りながら皆さんにお話をしたいと思います。で、今日の動画のお供はこちらです。TWG 紅茶のティーバッグです。これはシンガポール発の、お茶の専門店です。ちょっとこれを飲みながら話したいと思います。開けます。これすごいんですよ。見て。ティーバッグがコットンになっています。プラスチックじゃないんですね。じゃあちょっとお湯入れてくるので、ちょっと待っててください。いい香り。はい。お湯を入れました。3分くらい待ちたいと思います。ちょっとその間に話しますね。私は過去に2回シンガポールに行ったことがあるので、今回は3回目のシンガポールでした。ちょっとパソコン見ながら話しますね。ちょっと何を話したいかっていうのを整理しておいたので、ちょっと見ながら話したいと思います。で、今回は3泊4日です。本当に短いんですけど、どうしても行きたくて行ってきました。で、今回は観光はそんなにしないで、自由に行動しました。とは言っても、行きたい飲食店のお店とかはあったので、それは事前に調べて行ってきました。で、海外旅行するときにやっぱり気をつけなきゃいけないことって、その国のルールですよね。シンガポールには日本にはないルールが結構あるんですね。で、その代表的なものが多分ガムの持ち込み禁止だと思います。日本で買ったガムをシンガポールに持っていくことができません。はい。で、他にもポイ捨て禁止。ポイ捨てって皆さんわかりますか？ポイ捨ては道にゴミを捨てることです。ゴミ箱じゃなくて道とか道路とかに、ゴミを捨てることをポイ捨てと言います。シンガポールはポイ捨て禁止です。で、あと MRT に乗るとき、MRT は交通機関の一つです。MRT での飲食禁止です。写真出しておきますけど、食べたり飲んだりしてはいけません。で、あとね、ドリアン禁止ですね。これもちょっとなんかシンガポールっぽいというか日本にはないので面白いなと思いました。で、あとシンガポールの通貨はシンガポールドルです。私が行った時は1シンガポールドルはだいたい122円くらいでした。私と前回行ったのが10年前なんですけど、その時確か1シンガポールドルは100円もしなかったと思うんですよね。なのでだいぶね、今やっぱり円安だなぁと感じました。はい。で、あと、シンガポールで使える便利なアプリが2つあって、1つはグラブですね。これは Uber のようなもので、自分がこう乗りたい位置を指定して車が迎えに来てくれる、いわゆる配車サービスですね。私は今回利用しなかったんですけど、もしシンガポールに行って車で移動したい人がいたら、これはすごく便利だと思います。で、あともう一つダウンロードしていったのが、シティマッパーっていうんですかね、これはそのシンガポールの MRTを調べたり、あとバスの時間を調べることもできました。もちろん Google マップも使えるので、それでもいいと思うんですけど、このシティマッパーの方は料金が出てくるんですね。で、ちょっと後で説明するんですけど、その料金通りじゃない時もあるんですけど、だいたい正確だったので、その運賃を調べたい人がいたら、このシティマッパーは結構便利だと思います。そろそろ3分経ったと思うので、ちょっと紅茶の様子をお見せします。お見せしますとか言って全然見せられてない。ちょっと待ってくださいね。ティーバッグ取りますね。こぼれちゃった。はーい、こんな感じ。はい、いただきます。
美味しい。体に染み渡る。本当に香りがいいですね。はい。そんな感じで、どこまで話したっけ？まずはそうですね、ちょっとシンガポールに行く前の事前情報を話しました。で、じゃあここからね、私がどうやって行ったのかとか、ちょっとそのシンガポールでの行動を話したいと思います。今回は東京の羽田空港からシンガポールのチャンギ空港へ行きました。行きは約7時間のフライトでした。私は前にもポッドキャストで話したことがあるんですけど、飛行機が本当に苦手です。はい。でも、今回の飛行機は意外と揺れが少なくって大丈夫でした。飛行機で映画を2本見ました。どんな映画を見たのかは、ペイトリオンのポッドキャストで紹介します。ペイトリオンでは毎月2回特別なポッドキャストを配信しています。ぜひ、すき焼きメンバーか牛丼メンバーに参加してください。機内食はこんな感じでした。美味しかったです。ホテルに着いたのは確か7時15分くらいだったと思います。すぐにチェックインをして、その後に前の会社の同僚たちと一緒に、チャイナタウンで中華料理を食べました。で、そのお店までタクシーで行ったんですけど、タクシーの運転手さんがすごく親切でした。今回、シンガポールで、いろんなお店の人とか、後で話すんですけど、みんな本当に親切でしたね。私、最初英語で喋って、でも、私の英語本当に下手なので、中国語の方がまだ少しは話せるから、結局中国語に切り替えて話すことが多かったんですけど、でもみんな一生懸命聞き取ろうとしてくれてて、で、やっぱりコミュニケーションできた時って嬉しいですよね。自分が言った外国語が現地の方に伝わるっていうのは、やっぱりすごく楽しいなと、嬉しいなと思いました。はい。で、中華料理を食べた後は、おしゃれなバーに連れて行っていただきました。マリーナベイサンズがね、見えて、すごく綺麗なおしゃれなバーでした。久しぶりにお酒を飲みました。で、前も思ったんだけど、やっぱりシンガポールのお酒の販売価格は本当に高いですね。もちろんお酒によって違いますし、ちょっとこういう高級なバーだから高かったっていうのもあるかもしれないんですけど、私の感覚だと日本のやっぱ2倍くらいはするのかなっていうイメージです。そのお酒のね、価格がね。はい。じゃあ次2日目です。ちょっと待って、紅茶飲みます。ちょっと私今回早く話してるかもしれないけど、皆さん大丈夫ですか？ぜひ字幕をつけながら見てください。で、2日目はですね、朝、カヤトーストを食べました。これも前回食べられなくて、ずっと食べたかったものなんですね。はい。でも結構人いましたね。朝7時半くらいに行ったんですけど、10分くらいは待ったかな。その後もずっと後ろに人が並んでいました。でも私が行ったところはチェーン店でいろんなところにあるので、ね、ここじゃなくてもいろいろあると思います。で、その後はずっと行ってみたかったカトン地区に行きました。カトン地区はシンガポールの有名な観光スポットです。カラフルな建物が立ち並んでいます。で、飲食店やお土産ショップもたくさんありました。私がこのカトン地区に行きたかった理由はですね、こちらの猫の雑貨屋さん、キャットソクラテスさんに行きたかったんですね。ずっとインスタでフォローしてて、ずっと行きたかったので、今回行くことができました。で、お店の人に直接お話をして、一応撮影許可をもらったので、今映像を映してるんですけれども、本当に猫ちゃんのグッズがたくさんあって、すごく可愛かったです。で、お店の人に聞いたら結構日本人観光客も来るそうで、オープンする前に並んでたんですよ。びっくりしました。飲食店でこう並ぶのって有名なお店だとよくあると思うんですけど、雑貨屋さんで並ぶってすごいですよね。で、私もその入店した時に結構日本語が聞こえてきたので、日本人多いんだなって思いました。
で、そこで買ったものが、ちょっと待って、持ってきますね。ちょっと待って。こちらのステッカーです。これ、マーライオン。で、あと、ポストカードです。ポストカードと、このマーライオンの下に猫がいるステッカーを買いました。すごく可愛かったです。はい。で、その後ですよ。私がまたずっと行きたかった、TWG でお茶をしました。さっき紹介したこちらですね。で、TWG はシンガポール発の高級ティーブランドで、日本にも何店舗かお店があります。で、さっき調べてたら、2010年に TWG 海外第一店舗としてオープンしたのが東京の自由が丘にある店舗だそうです。私はここには行ったことがないんですけど、でも嬉しいですよね。TWG って他の海外店舗もあると思うんですけど、その中でも日本が海外の1号店ということで、なんかこれを知ってすごく嬉しかったです。で、ずっとシンガポールの TWG で紅茶を飲みながらケーキを食べたいっていう夢があって、それを今回叶えることができました。すごく特別な空間で紅茶とケーキを楽しみました。このケーキは確か紅茶の味がするチーズケーキだったと思います。ちょっとごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、でもすっごく美味しかった。口どけが滑らかで、すごく上品な味がしました。ケーキの種類は他にもありました。で、その後は、マーライオンを見に行きました。もう2回見に行ってるから、まあ別に見なくてもいいかなって思ったんだけど、やっぱちょっと、旅行っぽいことをしたいというか、観光っぽいことをしたいと思って、ちょっと行ってきました。で、その後もうすごくこの日歩き疲れてしまったので、フットマッサージに行きました。このね、お店に行ってきたんだけど、この、マッサージのね、お店の人が、私が日本から来たんですって言ったら、もう日本好きで何回も行ってるの。みたいな、もうすごく日本が好きっていう話をずっとしてくれてて、本当に嬉しかったですね。で、このね、フットマッサージ受けた後に思ったことがあって、今はさ、スマホの翻訳アプリを使えば、別に自分が外国語が話せなくても人とコミュニケーションすることはできますよね。で、それはすごくいいと思う。でも、自分でその外国語を使ってコミュニケーションをした方が、現地の人と話せた時の喜びっていうのは2倍3倍になるかなと思いました。ね、私のチャンネルを見てる人はやっぱりね、日本語を勉強している人が多いと思うし、他の外国語勉強している人もいると思うので、やっぱね、そういう時の喜びってなんか私たちは分かり合えるんじゃないかなって思います。では、3日目のお話です。3日目の朝は、フォートカニングパークって読めばいいのかな？ Google マップには日本語でそう書いてありました。で、ここのね、公園にパン屋さんがあるんですよ。パン屋さん？カフェかな？ベーカリーって書いてあるからパン屋さんだと思うんだけど、このお店はチェーン店だと思うんですよね。私が泊まっていたホテルの下にも入っていたので、いろんなところにあるかもしれないんだけど、この公園に入ってたこのお店にどうしても行きたくて行ってきました。美味しかった。クロワッサンがすごく美味しかったです。大きいし食べ応えもあるし、かといって甘すぎなくて、もうずっと食べ続けられるような味でした。すごく美味しかった。で、コーヒーもラテアートやってくれたりして、すごく雰囲気も良かったです。この公園も良かった。時間があったらもうちょっとこの公園をゆっくり散歩したかったなって思うくらい良かったですね。ここはね、ホテルから歩いて行ったんですよ。そう、今回結構ホテルから歩きましたね。マーライオンも歩けたし、この公園も、10分ちょっとくらいだったかな。バスとかでも行けると思うんですけど、もうすごく食べていたので運動しなきゃということで散歩しながら行きました。ちなみに今回泊まったホテルは MRT シティホール駅の
ラッフルズシティというショッピングモールの上にあるホテルでした。すごく便利なホテルでした。で、この後はですね、紀ノ国屋書店シンガポールのメインストアに行きました。こちらは、高島屋に入っている店舗で、本当に本が多い。で、びっくりしたのが、日本語を勉強するための本が、海外なのにこんなにあるのっていうくらい多かったです。さすが紀ノ国屋書店さん。本当にびっくりしました。で、こちらもですね、事前にメールをして、お出かけ日本語会話を撮影したいってお願いをして、ちょっと撮影させてもらいました。やっぱり嬉しいですよね。自分が出した本が海外にもあるっていうのは、もうなんか、すごく毎回感動します。去年も台湾に行って撮影させてもらったんですけど、すごく嬉しかったです。で、こちらの語学担当のスタッフさんともお話しすることができて、このね、お出かけ日本語会話結構売れてますよって言ってくださって、すごく嬉しかったです。シンガポールで買ってくださった方、本当にありがとうございます。で、私が調べたところ、この紀ノ国屋書店さんはシンガポールに3店舗あります。で、メインストアの方にこのお出かけ日本語会話ありますので、もし行く機会があったらぜひ見てみてください。他にも日本語の本たくさんありますし、日本語以外にも英語とか中国語の本も、あとね、韓国語を勉強する本もありました。で、グッズとかもね、たくさんあって、でも回りきれないぐらい、時間も3時間くらい私は欲しかったです。それくらい、なんですかね、こう見てるだけでも楽しいお店だと思うので、もし機会があったらぜひ行ってみてください。で、紀ノ国屋書店さんに行った後は、同じ高島屋の1階に入っていた豆腐のジェラートのお店に行きました。試食をさせてくれたんですね。で、すごく、本当に豆腐の味だなっていうものもあったんですけど、私が食べたこのストロベリーのジェラートはあんまり豆腐っぽさを感じませんでした。でもすごくさっぱりしていて、しつこい甘さとか脂っこさっていうのが全くありませんでした。すごく美味しかったです。はい。で、お昼ですよ。皆さん今まで思ったんじゃないですか？あかねさんシンガポールの料理全然食べてないですねって思ったと思うんだけど、ここでやっとチキンライスを食べました。ここはラッキープラザの2階に入っているラッキーチキンライスというお店です。Google の、口コミがすごくて、で、たくさんのね、観光客の人が行ったことがあるお店だと思います。これはね、高島屋のちょっと目の前くらいの、建物にあって、本当に近かったので行きました。で、安いんだよ。チキンライスが6.5ドルでしたね。シンガポールドルです。ちょうどいい量だったし、美味しかったです。よかった、食べられて。はい。で、夜はですね、ボートキーに行きました。ボートキーも実は行ったことがなくって、絶対今回行こうと決めていた場所の一つです。で、ここのダラスレストラン&バーというところでステーキを食べました。美味しかった。美味しかったし、お店の人すごく親切でした。はい。で、4日目はですね、朝6時にチェックアウトしました。早いよね。で、MRT に乗って空港に行きました。で、ちなみにシティホールからチャンギ空港までは MRT の運賃はだいたい 2.3 シンガポールドルくらいです。はい。で、その後飛行機で日本に帰ってきました。いやー、本当にあっという間でしたね。でも短い時間だったけど行けて本当に良かったです。今回は2月の下旬にシンガポールに行ってきたんですけど、気温はね30度前後でした。暑いけど耐えられない暑さではなかったですね。あとショッピングモールとか MRT とかはちゃんと冷房も効いていたので、もう暑くてやだみたいなことはあんまりありませんでした。はい、今回はねシンガポールに行った時のお話をしてみました。
やっぱり自分が学んでいる言語を使って旅行ができるっていうのは、すごく楽しいですし、やっぱりもっと話せるようになりたいなと私は思いました。これからもね、英語と中国語の勉強をなるべく続けていきたいと思います。はい。では今日かなり早口で話したんですけれども、最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。